お疲れ様です。今回は完全に雑談会になります。タイトルに書いてある通りなんですけど、チャンネル登録者数が2000人を突破しました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今現時点だと2030人になってるんですけど、今このねチャンネル登録者数に到達したっていう時点でのまず僕が今感じてることとか、あと毎回こういう節目の時には感謝を動画に撮らせてもらってるんですけど、ちょっとそういう話をさせていただきますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。はい。でまず本当に毎回言ってるんですけど、毎回で本当申し訳ないんですけど、今ねこうやって2030人っていう大きなね数字になったことっていうのは1人目の登録者さんがいてくれたおかげなんですよ。もう本当に毎回これを言ってるんで、もう聞き飽きたよって方いらっしゃると思うんですけど、でもこれは紛れもない事実なんですよ。この1人目の登録者さんがいてくれて、で2人目の方、3人目の方で、それが5人10人100人1000人ってなって、今この数字になってるんですよね。もう本当これは紛れもない事実なんで、本当に感謝しかないです。本当にありがとうございます。で登録してくださった方が離れずにずっといてくれてるおかげなんですよ。で1人登録してくれました。でもその方が登録解除して離脱しましたっていうのを繰り返してたら、数字は積み上がっていかないんですよね。なので登録をしてくださいました。でその方がずっと居続けてくれるっていうこの事実に僕は助けられてます。はい。本当にありがとうございます。はい。でじゃあ今僕がそのね2030人っていうこの登録者さんに到達をして今感じてることとしては、コミュニティとして少し成熟したなっていうのを感じてます、正直に。はい。っていうのもライブ配信に参加してくださってる方がすごく増えたんですよ。同時接続っていうんですかね、ライブ配信中に今何人の方が視聴してくださってますよっていうのが後でデータで見れるんですよ。で最近だともう本当に60人近くの方が参加してくださってて、でなおかつそのコメントでねチャットで参加してくださる方もめちゃくちゃ増えて、最近だとちょっとコメントを読むのにこう追いつけなくなってきてるぐらいなんですね。めちゃくちゃありがたいことなんですけど、はい。っていうようなそのリアルにコミュニケーションを取らせてもらえる方がすごく増えたっていうのが僕はすごく嬉しいです。でそのライブ配信からまた派生してディスコードコミュニティがね立ち上がったんですけど、これにも今45人っていうねかなりのたくさんの方が参加してくださってて、本当にコミュニティになったなっていうのをものすごく実感してます。はい。そのディスコードコミュニティもライブ配信の中でゆうゆさんっていう方がそのディスコードサーバーをね立ち上げてくれて、で設定も全部やってくれて、でなおかつ僕ディスコード全く触ったことがなかったので、今ゆうゆさんが管理をしてくれてるんですよ。もう完全に僕おんぶに抱っこの状態で運営というかそのディスコードが立ち上がっていろんな方がね情報を発信してくれたりとかサーバーの中でコミュニケーションをね取ってくれてるっていう状況なんですね。本当にねありがたいですね。本当にありがたいです。で最近のその、コメントとかあとはそのライブ配信中のそのチャットの傾向を見てても大体基本的には僕の動画に対してコメントを入れるとか、ライブ配信中も僕が今そのね配信をしてる中に対してのコメントっていうのがもちろん一番多いんですけど、そうじゃなくてコメントに対して新しくコメントをするとかリアクションするっていうことが増えてきてるんですよ。これがね僕はめちゃくちゃ嬉しくって、その僕の普通に配信してる動画のコメントにいいねがたくさんつくようになったとか、そのコメントに対して僕はこうですよとか、それってこういう風に解決できますよとかっていうその質問コメントに対して視聴者さんがコメントをしてくれるとかっていうことがね起き始めてるんですよ。でそれが最近すごく増えてきてて、僕はこれが一番嬉しいです。はい。これが本当に嬉しいですね。僕とコミュニケーションを取るっていうのももちろん僕自身はそれをねさせてほしいんですけど、そのチャンネル登録者さん同士がコミュニケーションを取るとか、チャットの中でチャットの中同士でコミュニケーションを取るとか、ディスコードの中でも僕とじゃなくてディスコードメンバー同士でコミュニケーションを取るっていうことが生まれ始めてるんですよ。これが本当に嬉しいです。なんかこれでなんだろうな、コミュニティになったなって、コミュニティとして一段成熟したなっていうのをねすごく実感します。で僕はこういう環境が欲しかったんですよ。
はい。僕がこのチャンネルを始めたのも、もともとはもう Vlog なんですよ。自分自身が AI を触ってて、で、エンジニアでもなければプログラミングもわからないし、まあそれこそ英語もまともに読めないんで、AI の情報って大体英語だったりとか UI も英語だったりするわけじゃないですか。まあもちろん最近はね、チャット GPT とか日本語にも対応してくれてますけど、最初の頃ってやっぱ英語が多かったわけですよ。まあ今でももちろんそうですけど。っていうような、もう本当に何にもわからない僕が AI を触ってて、でその試行錯誤でうまくいったこととかもうダメだったこととか、こんなことできたっていう嬉しいとかっていうのを記録に残そうと思って始めたのがこの YouTube なんですね。で少しずつ登録者さんとか再生回数が増えてきて、でコメントもいただけるようになって、でライブ配信をしてみたら、ライブ配信の中でいろんな方とコミュニケーション取らせてもらって、でその中で会社の中で AI の話できる人いないんですよねとか、僕の周り全然 AI 触ってるやついないんだよねっていうような話を聞いて、いやそれ僕もなんですよ、で僕自身もチャット GPT こういう出力に変わったよねとか、ジェミニとクロードってこういう性格の違いがあるよねみたいな話をできる仲間が欲しかったんですよ。でそういう仲間に集まってほしいな。今、自分の周りにリアルに AI の話ができる、同じレベル感で同じ熱量で AI の話ができるやつがいないんだけど、ここだったらできる。でそういう同じ思いを持ってる、もっと たくさん AI の話したいんだよっていう気持ちを持ってる人たちが集まれるようなコミュニティにしたいなって思って、このチャンネルのね運営の方向をね変えたんですよ。でそれがまた一つの形になってライブ配信が盛り上がってるとか、ディスコードコミュニティが生まれたっていうのが今のこの現時点なんですね。でそれが本当になんか一つ僕の目標というか思いが叶ったなっていう気持ちに今なってます。はい。これがチャンネル登録者数が2000人を超えたからっていうわけではなくて、なんか本当にたまたま運よくそういう方たちがたくさん集まってくれた。でそれが多分今のタイミングだからこそっていうのもあると思うし、もう僕自身がエンジニアでもなく、そのプログラミングの知識もなく、わけのわかんないまま発信してるっていうことに対して、何か共感をしてくれたりとか、あとは多分なかなか見てられないなって思ったんじゃないかなとも思うんですよ。最近コメントとかライブ配信の時もそうですし、ディスコードコミュニティの中でもなんか僕を育ててあげようっていうか、育てようっていう感じの雰囲気もちょっとね感じるんですよね。一回ライブ配信で僕がウェブアプリを作りたいっていう話でいろいろ操作して、でVS コードとかを使ってこうメモアプリを作ろうとしたんですよ。でこれどうしたらいいんですかみたいなのを本当にコメントの中でいろいろ教えてもらいながら、うわできたみたいな瞬間があったんですね。あの瞬間とかもなんでお前そんなことわかんねえんだよとか、プログラマーだったらもうそんなの当たり前に知ってるよみたいなマウントを取るような感じではなくて、もう本当に手取り足取り一つ一つ、1本目は右ですよ、2本目は左足を出すんですよみたいな、もう本当にそういうレベル感で丁寧に教えてくださる方ばっかりだったんですよ。でなんかそれって僕をなんか育ててくれてる感じになってるんじゃないかなって勝手に思ってて、でそれがすごく楽しいし心地いいし、でそれを見てる方たちもそういうことができるんだとか、そういう風にやればうまくいくんだっていうのを見てられるっていうのも勉強になるというか楽しかったみたいで、なんかそういうなんかそれぞれの役割があって、その中で一体感が生まれてるなっていうのをすごく感じてます。今の話何なんだと思うんですけど、もう僕はそれがすごく楽しくて心地いいな。でそういうことが実現できるコミュニティが生まれたっていうのが本当に嬉しいですね。はい。で今ちょうどコミュニティの話をしてるんであれなんですけど、ライブ配信とか、あとはディスコードコミュニティとかって最近登録をしてくださった方はもしかしたら、なかなか入りづらいなっていうのをね感じてるかもしれないんですよ。もしかしたら入ったはいいけど何していいんだろうとか、なかなかなんかこう雰囲気に馴染めないなとか、ついていけないなとか、やっぱり最初から入ってる方たちの方がバーッと盛り上がってたりとか、僕と早いうちからねコミュニケーションを取ってて、なんかうちは盛り上がりしてるからこう馴染みにくいなって感じてる方も結構多いんじゃないかなと思うんですけど、僕がこんなことを言うのも
あれなんですけど、誤解を恐れずに言うと、そういうもんだと僕は思います。入ったばっかりとか、もうなんか内輪で盛り上がってる中になかなか踏み込みづらいなっていうのは正直あると思います。はい、そういうものじゃないかなと僕自身は思ってます。僕自身もなんか新しいコミュニティに参加するとか、なんか勉強会に参加するとかっていうのも、やっぱり行ったら行ったでもうすでに出来上がってる雰囲気とか空間とか文化があったりするんで、そこに馴染むのってね、時間がかかるし、よそ者感を拭うのはすごく時間がかかるんですよ。やっぱりそういうものだなと思いつつも、じゃあその中でじゃあ自分が本当に得たいものなんだろうなって考えたりとか、あとはできる限り積極的にコミュニケーションを取りに行って、ちょっとでもね自分の存在を覚えてもらおうっていう努力はやっぱり僕自身もするんですよ。だからそれをコミュニティの中でしてくれっていうふうには強要はしないです。はい、全然そういうつもりはなくて、ただ新しく入ってきた人たちが入りにくいような雰囲気とか文化を作るつもりは全くなくて、できれば僕はたくさんコミュニケーションを取らせてほしいなって思ってます。はい、で早いうちから参加してくださった方が後からねちょっと新しく入ってきた方たちを排除するとか絡みにくいようにするみたいな動きをしないように、そういうのじゃないよ、うちのコミュニティはこういう文化だよっていうのをちゃんと明確化して、新しく入ってきた方たちも居心地がいいなとか絡みやすいなとかっていう文化雰囲気にしていくのは僕の責任だと思っているので、そういう努力もしていくつもりなので、できれば安心して参加してほしいですし、馴染みにくいなって感じつつもできれば何かリアクションをねしていただけると、コミュニケーションを取ってもらえるとすごく嬉しいですはい、なかなかね難しいことを言ってたりとか無責任なことを言ってるかもしれないんですけど、僕としては最近参加してくださった方だからこそコミュニケーションを取りたいなと思ってます。はい、だからもちろんね無理強いをするつもりもないし、何か情報発信をしなきゃ、何か情報を提供しなきゃいけないっていうわけでは全然ないので、いろんな方がいろんなレベル感で情報を出してくれてたりするので、それをうまくキャッチアップしてもらえればいいなと思いますし、何かわからないことがあったら投げかけて見てもらえれば、でそれに対して必ずリアクションをしてくれるすごく優しいメンバーばっかりなので、そこは安心してもらえればなと思います。はい、で最後に、今後ね自分がどうしていきたいかっていうところにはなるんですけど、ひとまずチャンネルの、一つの目標としては次は3000人を目指そうと思ってます。できれば年内に5000人っていう数字はね一応は設定しようと思ってます。ただそれに到達させるために、じゃあバズるような動画とか、なんかなんだろうな、釣りタイトルとか釣りサムネみたいな、そういうコンテンツを作ったり、そういうタイトルの付け方をするつもりはもう全くないですね。はい、もう語弊があるかもしれないですけど、もう最悪伸びないなら伸びないでもいいなと思ってます。一番僕が大事にしてるのは自分が楽しく続けられることなんですよ。自分が楽しくもう毎日投稿したいなって思い続けられるようなコンテンツを作ったりとか、投稿をしていくっていうことが一番大事だし、で今もっと同じぐらい大事にしてるのは、今登録してくださってる方たちに対して嘘をつかないことっていうのを一番大事にしてます。はい、だから自分が継続ができるっていうことと嘘をつかないことで、これを絶対に守り続けてというか、その僕のこの信念に反するような動画は絶対に撮らないって決めてます。はい、なので案件の話をさせてもらった時も同じなんですけど、何か嘘をつかなきゃいけないとか、自分が発信したくない情報を発信しなきゃいけないんだったら案件は受けないっていう決めてるんですよ。でそれは自分自身が普段からコンテンツ動画を作る時も同じです。はい、っていうのを貫くためだったらチャンネル登録者数が伸びなくてもいいなって思ってるぐらいです。はい、ただ一旦は分かりやすい数字目標としては3000人とか5000人とかっていう、そういうね数字的な目標は掲げますけど、あくまでもただそれを設定してるだけっていうだけですかね。はい、だから一番はやっぱり楽しく続けていく、嘘をつかない、もう本当にこれに限るなと思ってますし、できればコメント
動画に対するコメントでもそうですし、そのライブ配信のチャットでもそうですし、ディスコードの中でもそうですし、皆さんとコミュニケーションが取りたいです。僕は本当にコミュニケーションが取りたいなっていう、もうそれが一番なので、できればもうたくさんね、絡んでいただけると嬉しいです。で、お前それ間違ってるよっていうご指摘をいただくこともあるし、こっちの方がいいよっていうようなアドバイスだったり提案をいただくことももちろんあるし、面白かったですっていう感想をいただくこともあるんですよ。もう全てが僕にとっては大切なコミュニケーションだしフィードバックになるので、ぜひぜひねたくさん絡んでいただけると嬉しいです。はい。まずなんか要望とかがあれば、できる限りそれに、ね、応えていきたいなとは思います。ただ僕自身は自分が好きなことを発信してるだけなので、なんだろうな、そのトレンドに乗っかって方向転換するとか、その視聴者さんたちとかディスコードコミュニティのメンバーに迎合してごまをすってこっちの方向で行こうかとかっていうのは多分やらないので、はい。あくまでも本当に自分がやりたいことをやってるっていうことが前提にはなるので、ただね、要望とかこういうのどうですかとかっていうので、僕が面白そうって思えば採用させてもらったりすると思うので、もう本当に気軽に何でも言っていただければなと思います。はい。何の話やねんっていう感じかもしれないですけど、一つの記録として僕自身が一つをねけじめようとして記録を取らせていただきました。はい。本当に登録してくださって、でいつもねチャンネル動画を視聴してくださって本当にありがとうございます。これからもコツコツね楽しそうに続けていきますのでできれば応援していただけると嬉しいです。はい。今後ともよろしくお願いいたします。はい。では。